つくね本当美味しいんで、ぜひ。教えたくないけど、一番いいのは水餃子。それ教えたらなくなったら困る。もうこの天満でも昔から60年ぐらいやってるのかな。万作さんって黒うさぎさんがすぐ並びにあるんですけど、かなり老舗の焼き鳥屋さんで家族で経営されてるんですけど、焼き鳥ももちろんすごく美味しくって、でなんかそのお店の雰囲気が好きかな僕でも、あの雰囲気が好きでよく2人で行ったりしますね。鶏刺しは絶対頼むね。肝刺し、新鮮肝刺しと、もともと最初はカレー屋さんやってなって、そこのねカレーがねあるんですね。その締めカレー焼き鳥屋さんで美味しいんですよ。ドライカレーがめっちゃ美味しくて、それも絶対食べちゃうんで、もう必ずね、注文通ってから大将がカレー作り出して、そうなんですか。それがね美味しくてよく行きますね。僕が食べるいう気持ちやから特に丁寧にするんよ。それがまたお客さんのためにもなるんやろな思って、師匠に恵まれ友達に恵まれで今子供とか孫とかね、人との関わりでうまいことを言ってるんですよね。これは今もも肉ですか？刺してるのは。ももと手羽の胸の方とね、これは親鳥。あ、親鳥ですか。前だけ残したんだから、それっていうとこの向こうからのさ。内臓系統のこの筋はもう捨ててしまうんです、僕はね。それであと骨のついてるとこはタレを炊く時に使うんです。ガラとかそういうような感じでね。結構余すとこなく使われるんですね。そうですね。皮は皮でまた皮さしていくし、ほんまにほかすとこってないですよね。ずっと長い間独学でされてたんですか？僕焼き鳥屋する前カレー屋しとったんですけどね、僕カレー屋始めたのが52年前、それで12年目に焼き鳥屋も始めたんですよ。朝からずっとカレーの方して夜また焼き鳥屋で2年間やってんけど、こんなんしてたら死ぬわ思いましたよ。たまたまそのカレー屋っていうのも親が卵屋してましてね、で配達行っとったんですよ。料理してはのを見とって、で子供の時やったからまかないとかをたまに食べさせてもらっとったんですよ。その時のカレーとかそういうのがすっごく美味しくって、カレー屋したいから教えてって言ったら、まあ子供の時からしてたから、心安く教えてくれはったんです。でも一回教えてもらっただけで、それである日急にカレー屋です。そうです。新野さんもおっしゃられてましたね。カレーがすごい名物だと。まあ名物っていうんか自分が食べてすっごく美味しかったんですよ、そこのカレーがね。じゃあ今まで一切レシピとかも変わってないんですか？僕は教えてもらった通り、ただ
やってるだけで、で自分でこう一番最初にこれをやった時もそうやし、カレーの時も美味しかったから、もうこれで行こうと思って、でなんでそういうふうに思ったかいうのはカレーをやり始めた頃に人間一食でも売ったらもうプレやねんで食べ物やわ。だからお客さんに左右されたらあかんって言われたんです、だから一食でも売ったらプロやっていう気持ちでやりなさい。だから今までお客さんに「おいしいですか?」って聞いたことないんですよ、自分で食べておいしかったら出そうと、でだからあとはもう教えてもらった通りやってるだけで、あんまり自分の食うとこはないんですけどね。じゃあそのカレーとの出会いが始まりだったんです。そうです。だから僕はもう教えてもらった人がみんな何をする時にもいい人に当たるんですよ。最初商売する時にいろんなことを考えてああでもないこうでもないよその店をいろんなところへ食べに行って、こういろんなメニューも作ってああそこうしようと思うけど、まずとりあえずそれ一本でいけって言われたんですよ。それがね良かったみたいな感じで、こうやって毎日同じことやってるんですけどね、でも結構それが楽しいんですよ。だから僕はいいとこ思ったら今日仕事嫌やなと思ったら一回もないです。師匠に恵まれ、友達に恵まれで今子供とか孫とかね、人との関わりでうまいこと言ってるんですよね。おいしいねって言うてくれはったら僕悪いとこあって「そうでしょ」って言ってしまうんですよ。でもそれだけ自信があるんですよね。そうなんですよね。自信というよりもうそれがありやと思う筋は思ってますから。これはね親鳥の三角地鶏の三角なんですけどね、普通の三角はもう丸焼きもするんですけど、これはこの骨がちょっと硬いんですよ。それでここだけ後で串に刺して焼くんです。ここに骨があるでしょ、でこの骨で柄と一緒にもうだしにしてしまうんですよ。真ん中にちょびっと柄の階段ちょびっと階段やな。僕が食べるいう気持ちやからいつもこんなんだけ特に丁寧にするんですよ、きれいに。それがまたお客さんのためにもなるんやろな思って、でもこうやって洗った方が僕はね匂いも出えへんと思うんですよ、
次はどこですか？釣り釣りと肝ですか？肝次は何の仕込みですか？つくねです今から。だから僕はハンバーグからこんなつくねを作ろうと思ってやってたから、ちょっと普通世のはどねさんのか分からへんねんけど、まるっきりハンバーグ作るのと同じなんですよ。家庭でもできるような普通のハンバーグの作り方ですけど、で時々僕は味を変えへんのはもうあれなんですけどね、食感を変えるためにちょっと粗めにしたりとかはします。ちなみに今日の玉ねぎの食感的にちょっと粗めに切られてるんですか？これはもう普通です。はい。青みにね、こうニラを僕は入れるんですよ。ちょっと青みに入れたら色が良かったから。まず最初に岩塩を入れます。でその後ブラックペッパーでナツメグ、オールスパイス、最後に生パン粉を入れます。ももミンチじゃなくて先生ネックミンチ、丸めていきます。はい。
でやっぱりこう作ってる中にも大きいちっちゃいはできてしまうんで、それも串刺す時に他の串と一緒で頭の方がちょっと大きく、で一番最後になるほどちっちゃくっていう風な感じで刺してもらってます。今日はどうですか？今日は今のところいい感じで、はい、今日体調いい？体調いいですもう最初初めての頃はもう三角形になったりとか楕円形になったりとか、安定するまでどれぐらいかかりました？まあまあそれでもでも半年1年、いやでもどうですかね。今でもやっぱり同じキロ数でね、測ってやってるはずなのに仕上がって差し上がった本数見ると誤差が5本ぐらいあったりとかマスターが言ってたようにこの玉ねぎの大きさがね食感によって日によってちょっと違うんで、それによってやっぱりその丸がうまくできる時とできない時もやっぱありますね、その玉ねぎが飛び出したりとか、でもそれはまあそれはその感じでいいと思ってるんで、はい。作ってるとニラとミンチのあれで顔に見えてきたりとかしてそうするとちょっとより愛着が湧くちょっと分かる気がしますでも蒸し上がって時にはもう全然分からなくなっちゃうんですけど、まあそのミンチの柔らかさによるんでちょっとこうやって確認して調整したりとか。あとはひたすらこれの繰り返しです。この量でどれぐらいの日にち持つんですか？日にちいやこれは1日でなく1日ですか？はいでこれミンチ2キロなんですけども、2キロで串が1本に3個刺さってだいたい90本から100本弱できるんですけど、そうですね、それはだからそういう意味ではこれこの玉を2キロで300個ぐらい作ってる計算になります。これは毎日される作業なんですか？はい、そうですね。ですけども、やっぱり土日とか祝日とかだともう本当に先ほどマスターが言ってたように一組でも50本とか頼まれてしまうんで、はい、8名様で、はい、もう200本とか300本とか仕込みます。本当そんなに人気ですと営業中にも売り切れてしまうこととかって？あります。1回はもう埋まっちゃってますね。そうですね。なるべくね売り切れないようにやってるんですけども、それこそやっぱりお子様連れとかの方とかが多いとねどんどん出てしまってっていうのがあります。4名席の
ねっていうのをうち売りにしてるんですけどね、焼き鳥を食べに行って教えてもらうのそんなん教えてもらえませんやんか、だからじっと見とってでそこで焼いたやつを食べたりさせてもらった時にね、鶏は確かに美味しかった、でタレもあっさりしてる。でもつくねがね僕の感じとイメージと違ったんですよ、で僕カレーした時にちょっとハンバーグとか、洋風なこともしてたから、これハンバーグみたいな感じで作ったらどうかなと思って、それで一回作ってみたんですよ。ほなもうこれや思ってそれ一回試作しただけでその通りで、成瀬邦治さん言ってね、イラストレーターの方がいられるんですよ、でもう30何年前にねのれん作ってくれはったんですよ。こののれんのイラストがそう僕の似顔絵でね、でつくねを売りにしてたから、つくねとこう書いてくれはって、今全部もうそういうなんでだって何に使ってもいいって言ってくれはったから、だから本当にこういうふうな人がパッと来てくれはるっていうのが僕の好きなんですよね。でもその人を引き寄せる才能みたいなそんなことは全然ないんですけど、ね、ただほんまに運がいいっていうんですかね。これ中に敷いてあるのは昨日の消し炭なんですけども、それを下に引いて、その上から新しい炭を入れていきます。こんな感じで焼けてるんで、はい。でもなんかパーマってお待たせいたしました。右お願いします。楽なのはもう右してくれ。早めに聞いて5時からどこでもあれやから。でも5時半やったら早い。こんなもんやろっていう感じ。ネギオムレツいうのをやってるんですけどね。
あれも焼き鳥の一種やでって言うてよく言うんですよ。ネギマと一緒やで。お願いします。火力を強すぎてもあかんわけですよ。焦げてしまうんですよ。生一です。お願いします。かわいそうに。お仕事仲間、家の近所に。親父のおばあちゃんだと飯食う。実はそうです。お願いします。食べるの多いです。それで持っててくださいね。しめじ嫌いやる。なんかいっぱいになったの？大丈夫。
肝作り方一つずつ。右お願いします。いらっしゃいませ。はーい。うちこの山椒とかね、はい。一味とかもこう取り寄せてるんですよ。へでなぜか言ったらそれでパパッと食べた時にすっごく美味しくって、ほんでこれや思ったらこう突き詰めて取り寄せたりとかするんですよ。これは和歌山からの山椒で、これは兵庫県の方の朝子郡の方からの一味なんですよ。でよそでただ単にパッと道の駅って今あるでしょ、そこで買ったあれが美味しかったもんやから、調べて取り寄せるってそんなことはするんですけどね。でも絶対美味しいと思う。ごめんなさいよ。作れたりしても。中も多いやんだからね。そしたらな、もう食べ好きな人、ロマンのり好きな人がおってだから何個3本に入その次の種目俺が行ってこれは何ですか？何個ですか？何個ですか？これが焼き鳥の塩、これがタレ。こういうふうにおつゆが出てくるんです。そしたら焼き上がりなんです。強火で焼いたら焦げるばっかしで。今時は20なんだ。引かれたら三角です。クオリティが高い。美味しいね、ここ。美味しい。そう、美味しいんですよね。タレがね、タレが変わらず美味しい。結構長い間通われてるんですか？だってもう何十年50年近くの。
お客様のおすすめの一品っていうのをこれ頼んだら間違いないよっていうので、つくね本当美味しいんで、ぜひ。手作りのおばあちゃんの代からどこよりもおばあちゃんの代いやいやネギオムレツや。これ取れちゃうやん。取れちゃう。それ言ったらそれさ、しめじも美味しいしさ、あれが取り違う。でもいいやんあ、鳥。教えたくないけど、一番いいのは水晶。あ、じゃあ、それ教えたらなくなったら困る。希少部位。そう、関もはそう。もう予約。動画で載せちゃうんですけど大丈夫ですか？もいいよいいよここが人気になるから。よそではそうないから。美味しいし、もうこの大将と奥様とお兄ちゃんがもう素敵、素晴らしい。もういつも会いたくなるので来ます。焼き鳥はここでしか食べない。前は一番はつくね。はいはい、つくねがもう美味しいし、そう心。心。美味しい。って言うたらもうみんな美味しいですよ。本当お母ちゃんが作ってくれるネギオムレツもめっちゃ美味しい。絶対頼みます。すごいな。片付けしてはるもんな。ネギオムレツと。失礼いたします。マスターにとってですね、ここは名店だと思われるお店をご紹介していただきたいんですけれども。そうですね、串カツ中崎町のね、串カツ水安さん、僕串カツが好きなんですよ。でそこの味がまた僕が好きでね、仕事もねすごく丁寧なんですよ。こうちゃんと手をかけてやってはる仕事ぶりが好きなんですよ。あと中華料理で、シャンウェイさん、はい、それはちょっと南森町のとこなんですけどね、そこもまた仕事が丁寧なんですよ。それでそれも僕ランチを初めて入った時に野菜炒めがあったんですよ。でそれを食べた時にうわーっと思ったんですよ。すっごくあっさりして美味しくて、それで皿に油がベタベタ全然残らないんですよ。それでまた静かなんですよ、調理場が。でどれにしてはんのかなと思ってね、ちょっとパッと覗いたら奥さんがね「何か?」って聞かはった時にね「いや
全然フライパンの音とかしないんですねって僕が聞いたら、奥さんがね、あ、うちは全部電子レンジなんですよ。それはまあ冗談やったんですけどね。でシェフに聞いたら、その調理の機械なんかカチカチ言わさんでもね、できるっていうので初め言われたらしいんですよ。町中華なのに音が本当にしないんです。フライパンとかカチャ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 音が。で料理がすごく僕にはもうぴったりの味やったんですよ。でそれからハマってるんです。はい。よく行かれるんですか？そうですね。家族とかも行きますし、はい。ちょっと変わったアジアン料理のお店があるんですよ。はい。どちらにあるんですか？そこは本庄のとこのカオヤム堂さんっていうんですけどね、はい。カオヤムという野菜料理、野菜とサラダみたいな感じに野菜をこう切ってでご飯と混ぜて食べるんですけどね、はい。そこもちょっと変わった料理やけどほんまに素朴な感じで、僕は好きですね。ありがとうございました。はい、以上でよろしいでしょうか。そうやな、言うたらキリがないくない。お好み焼きの厳島さん、はい、そこもなかなか丁寧に仕事をしてありますね。そちらもよく行かれるんですか？行きますよ。はい。いつもそちらでは何を食べられるんですか？その時は厳島焼きで、広島風の焼き、お好み焼きなんですよね。はい。面白いと思いますよ。カオヤムさんにしても厳島さんにしても、はい。ありがとうございました。はい。